皆さんこんにちは、チャオ旅です。今回の旅は山陰地方の島根県。八百万の神が集う神話の国出雲と、怪談で有名な小泉八雲が愛した水の都松江、伊勢と対をなす日ノ岬、日本三大菓子どころは松江。美味しいグルメを味わいながらいろんな疑問とつながりを紐解きます。新型特急や話題の観光列車も登場。名所とグルメを巡るチャオ旅、2泊3日島根の旅に出発。岡山です。おはようございます。岡山に来ております。特急やくもで島根県に移動します。お、特急やくもってなおが乗りたかったやつじゃない？そう、去年24年にデビューした新型の特急。お、それでは行ってきます。今回の旅はこちら。新型特急やくもと観光列車で島根に向かい、八百万の神が集う出雲、日の沈む日ノ岬を観光。小泉八雲ゆかりの地をたどりながら水の都松江の名所を巡る2泊3日のプラン。特急やくも号、岡山と山陰地方を結ぶ特急列車。2024年に約40年ぶり新型車両がデビューしました。今回は贅沢にグリーン車に乗車します。黄色をベースとした明るい座席のグリーン車、富と長寿の象徴とされる亀の甲羅をイメージした積み石亀甲模様があしらわれ、山陰の文化、風土が演出されています。なぜやくもという名前なのか。やくも立つ、出雲八重垣妻込みに、八重垣作るその八重垣を。八重に雲が立つ出雲の地で、スサノオノミコトが詠んだ日本最古の和歌。出雲の国にかかる枕言葉、やくも立つ。やくもにはそんな由来があるそうです。岡山駅で見つけた特急やくも弁当。沿線ゆかりのご飯やおかずがたくさん入っています。なおはお弁当より掛け紙に興味があるようです。さあ、食べようと思っていたところ、振り子の揺れに酔ってしまいました。私たちには食事は厳しかったようです。乗車記念の駅弁は降りてからいただきます。岡山駅から約2時間、山陰の鉄道の要所、鳥取県米子駅に到着。米子駅からは山陰地方を中心に走る観光列車、雨土に乗車。車内には山陰を五感で楽しむ魅力がたくさん詰まっています。列車名の雨土とは、山陰地方を舞台にした神話が多く書かれている古事記の冒頭、雨土の初めの時に由来しています。列車名がかっこよすぎる。駅の方に見送られながら米子駅を出発。雨土のコンセプトはネイティブジャパニーズ。山陰エリアの豊かな自然や文化、工芸から古くて新しい日本を再発見する列車。豊かな日本海を表す青色の1号車。島根県産の沖の黒松や、テーブルには石州瓦の素材でできたタイル。山陰の工芸品で彩られた車内は走る美術館のようです。おみくじもらいました。これが乗車記念みたいな感じなのかな。ああ、そう。いいね、またなんか。おお、あ、すごい。なんだった。うさぎがちゃんとストーリーも書いてある。神話だよね。じゃあ櫛灘姫、愛が自分を強くする。これにスタンプを。あ、押しに行こう。ご乗車ありがとうございました。松江です。お忘れ物ないようにお気をつけください。車内販売は山陰の地産品や食事、飲み物が提供されます。オリジナルグッズも多く、車内販売にも力が入っています。事前予約ではより多くのメニューが楽しめるそうです。雨土は水の都松江を出発。車窓の眺めがいい宍道湖では徐行運転によりゆったりした旅が楽しめます。
車内ではイベントも行われていて、この日は作家小泉八雲と摂の思い出の地をたどる特別イベント。地元ラジオ局が制作した小泉八雲の怪談が車内で放送されました。誰もが一度は耳にしたことがある耳なし芳一。まさか小泉八雲の執筆とは思ってもいませんでした。列車は大和のオロチ伝説ゆかりの日川へ。大和のオロチ伝説とは、出雲に降り立ったスサノオノミコトが櫛灘姫を妻に迎えることを条件に巨大な大蛇を退治する物語。いよいよ神話の里へやってきました。米子から出雲市まで約1時間半の旅はあっという間。とても山陰色の濃い時間が過ごせました。雨土楽しかったね。いや、楽しすぎてあっという間だった。米子で乗り換えてよかったね。宍道湖も見れたし、んあと期間限定のね八雲の階段も聞けて、今まで小泉八雲の作品読んだことないわって思っとったけど、知ってたてか耳なし芳一ってそうやったんや。ね。なんか西日本の観光列車はイベントとかあってすごい楽しい。楽しいよね。じゃあこの後は出雲を観光していきましょう。はい。古事記を愛読した小泉八雲が日本で一番神聖な地として記した出雲を巡ります。今みくじやってみたいと思います。めっちゃ可愛いよね。200円でどれが当たるかわかんないの。これなんか10種類あるけど、ちょっと駅舎っぽいやつがいいな。いいよね。せーの。一緒。仲良しじゃん。すごいね、一緒。対象施設が書いてある。なんかここは一型電車のポストカードと付け替えれるって書いてた。お、そうなの？いいじゃん。おみくじある。特大円。大お、どういいじゃん。超特大。やっ寒いね。いやー、寒すぎる。なんかちょっとあったかいものを食べたいね。食べたいね。ここ神門通りって言ってもう目の前出雲大社なんだけどさ、もうここが食べ歩きとかさ、ご飯どころがいっぱいあるとこなんだよね。とりあえずぜんざいにしますか。寒いね。寒い。神門通りで出雲グルメをいただきます。暖かい店内で食べられる福の輪さん。出雲はぜんざい発祥の地と言われており、出雲地方では旧暦10月のことを神有月と言いますが、その際に振る舞われた餅を神在餅と呼んでいました。神在がなまりずんざい、ぜんざいとなったそうです。こちらも名物の渦煮。出雲大社の祭祀を司る出雲国葬家で代々受け継がれてきたフグを使ったおもてなし料理。ご飯の下にはとろみのついたフグだし、フグの身、トラフグの皮、しいたけ、かんぴょうが入っています。はい、というわけでご飯も食べて温まったところで、この後出雲大社に行きたいところですが、今日は行きません。はい、この出雲大社の文字を見て一旦左に曲がります。今から行くのは一番大事なところ、稲佐の浜です。神有月に神々が通るとされる神向かいの道を通り、稲佐の浜へ向かいます。そもそも神有月とは、旧暦10月、全国の八百万の神々が出雲の国に集まる月。他の土地では神様が留守になるので神無月と言いますが、出雲では神有月と呼びます。すごーい。これぞ冬の山陰って感じ。荒れてます。うわー出雲大社の西約1キロに位置する海岸、国譲神話や国引神話ゆかりの地である稲佐の浜。出雲大社のお砂をいただくために、ここ稲佐の浜の砂をいただきます。ここが話し合いの場所ね。そう、これね、屏風の岩。ちょっと離れたところにあるね。だって普通にお家があるもん。
稲佐の浜の奥には出雲大社が築かれるゆえんとなった国譲り神話の舞台と言われる屏風岩があります。天照大神の使いと大国主の狼が国譲りの交渉をした場所で、国を譲る代わりに大国主の狼を祀ったのが出雲大社。日本神話の根幹をなす重要な出来事です。ここまで来たら訪れたいのが日の岬。冬の日本海の荒波を車窓にバスは断崖絶壁を進みます。出雲大社とともに神話の舞台となった場所の一つ、日の岬神社。ここの日の岬ってところは、伊勢と対をなす沈む夕日を守る聖地らしいよ。日沈みの宮だって。確かに沈むっていう字に似てるね。で伊勢は確かに朝日見に行ったもんね。あ、行ったね、夫婦岩のとこ。でここは夜を守る守護、日が沈む場所だって。鮮やかな朱塗りの楼門や社殿は貴重な神社建築として国の重要文化財に指定されています。細部には動物や植物などの彫刻があしらわれています。ここ日の岬は、小泉八雲が松江と三保関と並んで好きな場所なんだよ。あ、そうなん。そうだからせっかくだからそこの景色を見に行こうよ。なんかね、マンホールにあった白い灯台が有名らしい。そう公共交通機関ないわけでしょ。稲佐の浜から船に乗ってきてたんだって。賢くない？そっちの方がでもさ、こんな荒海を見たらさってなっちゃうけど、もちろん穏やかな時ね。車で酔うかそう船で酔うか。荒れた海でも絶景に思えてしまうほど雄大な景色です。青い海と白く輝く灯台がシンボルのジオパーク日の岬海岸。岬の先端にそびえる日の岬灯台は石造りの灯台としては日本一の高さを誇ります。今でも現役の灯台は天気が良ければ内部も見学できるそうです。出雲グルメで外せないのが出雲そば。江戸時代末期に創業した献上そば羽屋さん。大正天皇以来皇室に献上してきた由緒ある出雲そばの名店。出雲そばは殻のついたそばの実をそのまま炊き込むため喉越しがよく香り高いそばが味わえます。夜の営業は5時から7時のわずか2時間。絶対に食べたかったので早めに訪れました。出雲そばだけではもったいないので山陰地方名産のあごの焼きもいただきます。出雲そばといえばやっぱり割りごそば。5段の5色割りごそばを注文しました。いろんな食べ方ができて何が出てくるのかワクワクします。そして皆さんはもう一つの出雲そばの食べ方を知っていますか？温かい釜揚げそばです。小麦粉の使用が少なく、そば本来の風味と独特の柔らかい食感が楽しめる食べ方。正直冬以外は冷たい割りごそばを頼むので、寒い今だからこそ迷わず楽しめる出雲そばです。出雲そばごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったね。釜揚げそば、めっちゃ独特じゃない？いや独特。何回かいつも来てるけど、初めて。なんかいい経験だったね。おはようございます。小泉八雲ゆかりの地を巡る出雲松江の旅。出雲大社の方角に大きな虹が出ていました。神様に迎えられているようなとても幻想的な朝です。そんな2日目は出雲大社参拝からスタート。 JR 出雲市駅からバスで約25分。路線バスは途中旧 JR 大社線の跡地を走行。今は一畑電車やバスで出雲大社に行けますが、昔は少し離れた場所まで JR で行けたようです。
縁結び福の神様で名高い出雲大社、正式には出雲大社と言います。祀られているのは国づくりの神である稲佐の浜国譲り神話でも登場した大国主の狼です。出雲大社にやってまいりました。ここが一番有名というかさ、みんながよく写真撮ってるとこだよね。そうやね。でもここの鳥居自体は2個目の鳥居で、さっき1個ねバスで通ったよ。宇賀橋の大鳥居があって、ここが聖だまりの2個目の大鳥居です。境内の正門にあたり2の鳥居が立つ場所、江戸時代この広場に芝居小屋が設けられ、人の勢いがたまるところということで聖だまりと呼ばれるようになりました。昨日いただいた稲佐の浜の砂を持って鳥居をくぐります。朝参りめっちゃいいね。人少なくていいね。人少ないね。見て見て、ここの参道さ、その出雲大社の特徴的な下り参道っていうんだけど、下ってるじゃん。普通参道ってお社に向かって上がるのに、確かにそう、ここは下がっていくんだよ。なんか珍しいよね。この参道にある祓の社で罪や汚れを清めましょう。参拝は出雲大社独自の作法、2礼4拍手1礼です。祓の社のそばにはひょうたん型の清めの池。訪れる方も少なく、出雲の自然が感じられる静かな場所です。神域を守るように流れる曽我川。曽我川に架かる祓橋を渡り、三の鳥居へ。ここが松の参道です。綺麗な松ですね。すごいね。松江藩主の奥さんが、その病気が治ったっていうお礼に、1000本の松を献上したのが由来みたいなね。今の松とはまた違うみたいな。残ってはないみたいなんだけどね。真ん中はね、松の根の保護を目的に歩けないようになってるんだけど、もともとね、真ん中の道は神様とか貴族の人が歩くところだから、私たちはこの横を通ってお参りしに行くっていうことやね。松の参道の先には左右に2体のご神像があります。右手には出雲大社の主催神、大国主の狼の結びのご神像、左手には稲葉の白うさぎを助ける場面を表現したご自愛のご神像。どちらも日本神話のワンシーンを表しています。いよいよ4の鳥居、江戸時代に作られた銅鳥居。右側の柱にはスサノオノミコトが神であると記されています。ある一定の期間、神仏集合の思想により神様がすり替わったものとされています。銅鳥居をくぐると高さ約13メートルの御拝殿。1963年に新築された戦後最大の木造神社建築です。拝殿が鳥居から少しずれているのもポイントです。拝殿を奥まで進むと、御祭神に最も近づける八つ足門があります。通常はここから御本殿を参拝します。この足元のさ、丸3つって何やと？この赤い丸は古代の巨大神殿を支えた柱、渦柱の跡。大木3つをまとめ1つの柱としており、2000年にはその姿のまま発見されました。稲佐の浜で昨日いただいた砂とともに、蘇我の社へ大和のオロチ退治で有名なスサノオノミコトを祀る社、大国主の狼の父神とされ、御本殿後方の一番高いところに祀られています。なんとここのお社の後ろは八雲山の岩に触れることができるんですね。ここだけ空気感が違う気がする。確かに。こうやってもう禁足地である神聖な八雲山に触れられる場所。
自然のエネルギーを直接受け取るパワースポットとして知られています。稲佐の浜で取った砂を蘇我の社の下にある清めの砂と交換するお砂取りは、八雲山や日本海の力をいただく出雲大社独自の儀式です。これが昨日稲佐の浜で取らせていただいたお砂です。はい、こちらの砂を収めます。はい、失礼いたします。そして同量もしくはそれより少ない量をいただきます。いただきました。ありがとうございます。出雲大社には何回か訪れていますが、お砂取りは初めてで、今回の旅で出雲大社や日本神話についてより深く知れた気がします。出雲大社最後に訪れるのは神楽殿。祭典、結婚式、祈願などが行われる社殿で、正面には日本最大級の巨大なしめ縄がかかります。出雲大社の大しめ縄は左右が逆に張られています。それぞれに説や意味があるので、一つ一つに関心を持って参拝するととても有意義な時間になると思います。周辺には出雲大社をより深く知れる場所も。大神様のご神徳を広く世に広める出雲教。出雲国葬の北島家が代々教えを継承し主催しています。静かな真名井鮭通りを散策。命主の社。世界の始まりに現れた造化三神の一柱である神結びの神がご祭神、大国主の命の命を助けた神でもあります。境内には樹齢1000年を超える無垢の木があります。出雲大社の神事で使用される真名井の清水まで、出雲大社と合わせて巡るとより深く知れます。神門通りに戻ってきました。小腹が空いたチャオが求めたのは福の輪さんのお福焼き。笑って食べれば福招き、願って食べれば縁結びということで、あんこたっぷりの福をいただきます。ここでちゃっかりお土産も買って帰りました。スイーツ好きのなおが気になったのは神門通りにある老舗、明治時代創業の出雲大社名物の俵まんじゅう。可愛らしい俵型のまんじゅうをゲットしました。行きはバスを利用したので、帰りは一畑電車を利用します。カラーガラスと丸みを帯びた建築、異国の駅舎を思い出させるような待合室。築95年の駅舎は登録文化財に指定されています。川戸で出雲市駅行きに乗り換え。赤褐色の屋根瓦は山陰ならではの車窓です。次の電車まで時間があるので、駅で気になったラーメンをいただきます。スサノオの剣。ラーメン屋さんで和牛を食べるってどうなのかなと思いつつ、せっかくなので島根和牛を注文。街の至るところで見かけた全国1位の文字。失礼と分かりつつあまり期待せずに食べたら、びっくりすることに美味しすぎました。島根和牛を食べにまた来たいぐらいです。いよいよ小泉八雲が暮らした松江へ。特急58号岡山行き、まもなく今乗り場に到着いたします。気になっていたこのヤクモセミコンパートメントを予約しました。半個室の座席のセミコンパートメント、普通車指定席の料金で利用できます。どうですか？セミコンパートメントすごくいいです。足も伸ばせるし、視界も遮られて、そう、思った以上に透け出てて全然見えないんだよ。雲の形もいいよね。可愛らしい。とはいえ振り子の役も、この揺れはどうにもならないようです。島根のソウルフード、バラパン。バラの花をイメージして作られたバラパン。機械で作られることはなく、一つずつ職人さんの手作りです。と
チャオの大好きな牛牛乳、乳。これ木月乳業さんですよ。土壌すくいまんじゅうの仲良し版。特急やくもだと出雲市から松江までは約25分。のんびりしているとあっという間に着きます。小泉八雲が暮らした町松江に到着。小泉八雲とは明治時代のイギリス人作家、本名はラフカディオ・ハーン。摂と結婚し日本に帰化。日本文化や民間伝承を世界に紹介した人物です。松江は八雲と摂の出会いと始まりの地。まずは摂と八雲が出会うことを暗示した縁結びのご利益のある八重垣神社へ。市街地から少し離れているのでバスで向かいます。松江にある八重垣神社は出雲大社と並んで島根を代表する縁結びの聖地。拝殿へ参拝した後に向かうのは、スサノオノミコトが大和のオロチを退治する際、八重垣を作り稲田姫を守った作鮫の森。その際の飲み水やお姿を写しになったのが鏡池。縁結びの代表的なスポットになっています。気力を出す。西と南基地。一緒だよ。南と西基地。ほんまや、すごいね。お揃いだ。沈まないです。早く沈めば円が早く、遅く沈むと円が遅く、沈む場所によってもご縁に違いがあるそうです。作鮫の森には夫婦椿があり、とても神秘的な空気に包まれていました。スサノオノミコトが稲田姫を妻に迎えた際に詠んだ和歌、特急やくもの由来、観光列車雨土で渡ったひい川、神話の舞台がつながりました。小泉八雲と摂も訪れた八重垣神社。松江市内の小泉八雲ゆかりの地にはこのような看板が建てられています。水の都松江にやってまいりました、今日はチャーター便珍しく、15時にホテルに入ります。お、早い。まだ日が明るいです。そう、そして本日宿泊いたしますのはこちらの大橋館になります。すごそう。小泉八雲が松江で最初に泊まった宿の跡地に、なんかその流れを継承してるらしいんやけどね。そうなんや。そう。チェックイン後にお抹茶のサービス。松江は金沢、京都に並ぶ日本三大菓子どころの一つ。松江ならではのおもてなしをいただきます。めっちゃ抹茶。落雁、羊羹、牛皮の三段重ねされた出雲三昧。繊細さを感じる抹茶にとても合う和菓子でした。八雲ゆかりの宿とあって、ロビーには階段も展示されています。はい、お部屋に入ってきました。今日のお部屋は湖側の和洋折衷のお部屋です。そして女性の方はこの色浴衣を選べます。この色にしてみました。素敵です。クリスマスカラーです。帯の色も選べたので、緑にしてみました。いいですか？はい。お部屋オープン。おー、すごーい。畳のお部屋ですけど、ベッドが2つ並んでます。こちらの部屋でベッドでくつろいだり、こっちの椅子で景色を眺めることもできます。めちゃめちゃレイクビューねえ、てかベッドが2つ並んでるのに結構広いね。このさ、障子も下がガラスになってるのいいね。本当だ、すごい開けれるんだ。ここが一番の特等席だね。そこ眺めめっちゃいいよね、夕日と朝日も見れたらいいな。今日の夕日指数は40らしい。だから40は見れたらいいよねみたいな。どうだろう。見えてほしいな。
お部屋の設備も充実していて、小泉八雲ゆかりの地としてラフカディオコーヒーも置いてありました。八雲が松江で最初に滞在した富田旅館の後に立つ大橋館、まさに八雲が眺めた松江を味わうことができます。大橋館の周辺には小泉八雲ゆかりのスポットがいくつかあります。まずは松江大橋の南詰めには人柱となった伝説源助柱、松江大橋の架橋が難航した際、源助という男を生き埋めにしたという伝説。小泉八雲はこの伝説を神々の国の首都に興味深く記しています。他にも英語教師として教鞭を取った学校の跡地やビールを買ったとされる山口薬局、塩見縄手に移り住む前に住んでいた家の跡地、町の随所に彼の暮らした軌跡を見つけることができます。うわ、見て、めっちゃ綺麗やん。すげえ、めっちゃいいタイミング。なんかさ、太陽さ、雲に隠れてるのもいい。そう、十分ですよ。夕日と宍道湖を眺めながら県立美術館までお散歩。雲の中に隠れてしまいそうです。素敵な夕日をありがとう。ありがとう。さすが夕日100選ですね。なおがまた絵馬みくじ引いたんだけど土壌すごい。可愛くない？いや、可愛いよ。可愛いけども素敵ですね。いいね、これ面白い。松江の観光に便利なレイクラインでもう一つ行きたいスポットへ。旧日本銀行の建物を利用したカラコロ工房。カラコロとは松江大橋を人々が下駄を履いて渡る際に響く音。小泉八雲がこの音に深く心惹かれ文章にしたことから名付けられました。すごいね。やっぱすごいね。銀行の近い。すごい重厚な金庫がたくさんある。入ってみる。3日目の観光に向けてしっかり予習できました。旬のサラダには県内のお豆腐屋さんの濃厚でクリーミーなお豆腐、出雲で心を奪われた島根和牛のローストビーフ、身と脂のバランスが半端ない。これで分かりました。島根和牛は何にしても美味しい。美味しすぎて頭を抱えました。うなぎの肝ポン、これは度肝を抜かれました。創業から40年以上守り続けられているおでんや自分でおろす生わさびで食べるお刺身も絶品でした。おはようございます。松江大橋を眺めながら3日目がスタート。当時は蒸気船や下駄の音でにぎわった河岸、今はしじみ漁に出かける船や街を行き交うバスの音が響きます。橋の形状や通るものは変わりましたが、八雲も見ていた朝の景色と思うと感慨深いです。それでは小腹を満たして朝の松江に出かけます。朝一番に訪れたかった小泉八雲の急遽、松江藩士根岸家の武家屋敷です。庭のある侍の屋敷に住みたかった八雲。
八雲は熊本に赴くまで約5ヶ月間、この塩見縄手の武家屋敷で過ごしたそうです。八雲が好んだ美しい日本の庭、知られざる日本の面影で豊かに表現されています。海外の方が暮らす明治期の建物は洋風で日本の面影を感じないものが多い印象ですが、急遽で洋風を感じるのは八雲の机だけ。あまりにも素朴で驚きました。若い頃に左目を事故で失明し、右目も強度の近視だった八雲のために背の高い机が特別に作られたそうです。隣接の記念館と合わせて訪れると、小泉八雲の生涯を深く知ることもできます。松江城北側、江戸時代の風情が残る塩見縄手。松江藩の中老、塩見小平の屋敷があったこと、細く伸びる一本道を縄手ということから塩見縄手と名付けられました。松江は金沢、京都に並ぶ日本三大菓子どころ。なぜ和菓子が有名になったのか、そのルーツを知る茶室を訪れます。松江城を望む丘の上に立つ明明庵、大名茶人で知られる松江7代藩主苫小牧の好みで江戸時代に建てられた茶室。この茶室は東京、原宿、四谷にも移築されたそうです。ここに徳川家と伊達家の家紋が入ってる。作法、しきたりに縛られすぎない独自の流派、苫井流は庶民にも親しまれ、和菓子文化が醸成されました。隣接の百草亭では、苫井公好みの明明庵や庭園の鑑賞とともにお抹茶もいただけます。苫井公三大名家から若草と菜種の里をいただきました。旅のカフェを松江ではお抹茶に、茶の湯文化を五感で体験できるとても素敵な時間になりました。あんまり松江ってお菓子のイメージなかったよね。なんかその京都と金沢は、そうだろうなって想像つくけど、あと1個って言われたら松江なんだって思う。そうそう、意外な松江の一面です。小泉八雲が大きな怪物を集めた大海竜と例えたお城、国宝松江城。関ヶ原の戦いの後に築かれたので、質実剛健の構え、実践本位の設計が特徴のお城です。天守閣内部には国宝の決め手の一つ、祈祷札の説明。柱の周囲を春日井や金輪で留め、柱を補強する柱構造を包み板。松江城の見どころが分かりやすく解説されています。実践的なお城なので防御の仕掛けもたくさん。敵の強襲を防ぐための鉄砲狭間や石落とし、外から見ると板の形状が違うことがわかります。他にも籠城できるために井戸があったり、天守閣には珍しいお手洗いも設置されています。急な階段を登った先には城下町を360度見渡せる眺めのいい天守。松江市街地の中で一番高いところに位置する天守閣からは今でも宍道湖を眺めることができます。松江城の内部には徳川家を祀る松江神社や幸運閣と呼ばれる明治時代のレトロな建物もあります。城の北側に位置する定山稲荷神社は英語教師だった八雲が通勤途中立ち寄ったと言われています。数多くの狐の石像が並んでいる境内、八雲は数千の石狐からこの2体を褒めていたそうです。何にする？いや、1個はもちろんカツライスでしょ。オムライスかハヤシかな。昼食は1932年創業の老舗洋食店レストラン西洋軒さん。ランチタイムは平日でも 5,6 組待ち、12時前に訪れて20分ほど楽しみに待っていました。ランチセットはサラダからスタート。ボリューム満点のサラダ、メイン料理への期待が高まります。松江のソウルフードカツライス、サクサクのとんかつに濃厚なデミグラスソース。初めて食べたのにどこか懐かしさを感じる味。もう一品はオムライスをオーダー。
しっかり焼き上がった卵とデミグラスソースが最高です。手間暇かけられた料理をゆっくり堪能できました。週末はきっと行列なので予約か早めがおすすめです。松江城を中心に巡らされたお堀、ランチの後は遊覧船で水の都松江を満喫します。それではご準備の方よろしくお願いいたします。低い橋を通過する際に屋根が下がる仕掛けの小舟、しかも冬場はあったかいこたつでぬくぬくです。もちろん観光ガイド付き。結構きついな。結構きついわ。屋根が下がるポイントは4カ所あり、うち3カ所はカラコロ広場から大手前広場の間。松江城が綺麗に見える区間もあるので、時間がないけど船は乗りたい方はこの区間がおすすめです。左側、川岡バイバイと手を振ってくれておりますよ。バイバイ、行ってきます。お堀を遊覧した後は小泉八雲階段の舞台へ。松平家の菩提寺である月照寺、境内には歴代藩主の廟所、不昧公が愛用したと言われる茶の湯の水、本堂には大円庵という茶室もあり、茶の湯文化の広がりを感じます。そして月照寺は小泉八雲が大好きだったお寺、六代藩主宗信公の廟所には小泉八雲の執筆で有名な月照寺の大亀、境内にある蓮の池の水を飲んだり、夜な夜な城下町に出て悪さをすることから大きな石碑で封じ込めたと言われています。階段とは真反対で親孝行なエピソードもあり、亀の甲羅の石碑は不昧公が六代目宗信の長寿を祈願して奉納したもの。頭を撫でると長生きできるという言い伝えもあります。松江の地に数々の階段を残す八雲、住宅街に佇む大王寺もそのうちの一つです。町の至るところで小泉八雲ゆかりの地に出会うことができます。イギリス人ラフカディオ・ハーンとして訪れた松江、妻セツと出会い小泉八雲として松江の地に数々の階段を残し、日本文学にも数々の名作を残した八雲、見えないものへの敬意を教えてくれました。神話と水の都をめぐる2泊3日の山陰旅行、神話、伝統文化のつながりと新たな発見、日本の素晴らしさに改めて触れた気がします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントをお待ちしております。また次の旅でお会いしましょう。